飲食業の、若者のなんていうんですか悩みとトレーナーの若者の悩みがちょっと似てる部分が割とあって、ならうちがこれやって、同じ悩みを解決しようよ、飲食人が独立っていう夢に結局行くのって多分独立しかないからで、ビジネスその個人の夢と会社の夢がつながったようなその同じベクトルのもんを同じグループ内で実現できたらお互いのためにいいかな、リスクなく独立できるし、会社も持てる規模を拡大そこへ迎える。最大の疑問が、料理飲食系だと思ってたらジムがこうあるっていうのはすごいなんか僕は驚きだったんですけど、なんかそこにはどういった理由があったのかなっていうのが。でもそれはもう単純に飲食人は運動する機会がないので、心も体も健康でいようと、僕自身も10年ぐらい前に多分このパーソナルトレーニングっていうのをお願いして始めて、その時の希望がもっと食いたいねとっていう希望を出したら食えるようになったんですよ、その経験でやっぱみんなも年齢いくとともにそういう運動を入れた方がいいなっていうきっかけです。じゃあ結構最初はそのスタッフの方だったりとかそういう方にとってもすごいいいものになるようにっていうところで考えられてたっていう。その過程でこれがちゃんとビジネスになったらいいなとも思ったし、今4店舗になりましたから、じゃあ結構福利厚生的な面も大きいんですね。そうですね、何人かやっぱり体がでっかなってる子もいます。すごいですね。やっぱりジム自体もすごいこう人気だったりとか人数やっぱりこう増えやすい業界ではあるんですか今多分そのトレンドの最中じゃないですか。やっぱコロナ中から体を鍛えるってことになんかみんなが向き出してやっぱよう流行ってます。なんかこのジムをなんかせっかくやり始めたからにはこういうふうにしていきたいみたいなこう考えとかっていうのはあるんですか？飲食業の若者のなんていうんですか悩みとトレーナーの若者の悩みがちょっと似てる部分が割とあって、ならうちがこれやって、同じ悩みを解決しようよっていう、その悩みの一つがトレーナーになってその先はどうすんねんみたいなところなんですけど、飲食人が独立っていう夢に結局行くのって多分独立しかないからで、多分トレーナーも同じようなことになってたんで、トレーナーして大きな規模にしてその会社を支える人の選択肢もあれば独立もあればみたいな感じにできたら、ビジネスとしても面白いし、うちにおるスタッフたちのちょっとした面白みにもなるやろうなっていう形でやりました。それこそ今独立っていう話が出たんで、ちょっとお聞きしたいのが、飲食でも、このジムでも独立に対してはどういうふうな感じでこうお考えなんですか？今丸ごとうちの中で独立支援っていうのは成功事例とか事例はないですけど、やっぱり今後100億円をやる中でそのビジネス、その個人の夢と会社の夢がつながったような同じベクトルのもんを同じグループ内で実現できたらお互いのためにいいかな、リスクなく独立できるし、会社も持てる規模拡大そこへ迎える、それはつなげていけたらいいなと思ってます。それはじゃあ結構今それこそ店長だったりとかされてる方々もかなり独立したいっていうふうに思ってる方とかだったら特になんかモチベーションにつながったりとかありそうですよね。なんかマネージャーだけじゃないっていう自分の先が想像できる。なので今も何人か独立希望の子がいて、この10月1日で独立するから抜けた子もいるんですけど、今までのうちで何かを得た過程が全然資本関係ない中でもそれを生かしてくれたらいいし、その姿を見てそこに憧れてそっちへ行く子も出てもいいし、それを社内で実現したいって子もいてもいいし、それを応援したいっていう部隊がいてもいいなと思ってます。何かは始まってんなと思ってます。
その資本関係がなくてもそのウェルカムっていう風なところは、なんかこうやっぱり飲食業界こういう風になったらいいなとかっていう風なものがあるからそう思われてたりとかっていうのがあるんですか？そうですね、どうせなら関わった人がよりいい方がいいじゃないですか、もうそういう発想です。なるほど。もちろん社内にいる方がいいんですけど、はい、それでもそうじゃない部分で活躍してくれたら、レストランバンク出身のやつがなんか活躍しとんでっていう世の中になったら素敵やなと、はい